こんにちは、岩根です。前回に続いてアニメーションで使用される用語の解説をします。今回は他行の用語です。こういった用語には業界共通の定義がなく、それぞれのスタジオで慣習的に使われる言葉も多いので、人によってはそれは違うということも起こり得ることをご了承ください。このチャンネルでは、お絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また必ず使うお約束はできませんし、使っても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は Twitter の DM でご連絡ください。対比表。以前に解説したキャラ表の一部ということになりますが、登場するキャラクターを同縮尺で並べた画像です。作品によっては具体的に身長何センチという数値も書かれています。演出的な特例を除き、基本的にはこの対比に従って作画作業を進めます。対比を間違えて原画を描いてしまった場合、いかによくできた絵であっても全て使い物にならないので注意が必要です。タイムシート、略してシートとも呼ばれます。一般的な映像ソフトではタイムラインに相当します。一番上に作品名、話数、カットナンバー、秒数、担当者名を書く欄があり、その下通称メモ欄にパン、OL などセルの置き換え以外で必要なカメラワークを書き出しておきます。タイムシート本体は縦が時間軸、横がレイヤー構成を表しています。アクションと書かれた欄は原画マンが記入します。原画は数字、動画が中割りを書くところには点を打ちます。その横はセリフ欄。そのカットで必要なセリフや演技に関わりそうな効果音を書きます。その横セル欄は動画マンが書き込むところで、アクション欄で点で表現されたところにも改めて番号を割り当て、最終的なタイムシートを完成させます。これ以降、撮影などの作業も含め、原画マンが書いたアクション欄の数字などは参照されません。そして一番右の欄はカメラ欄。パンなどのカメラワークが具体的に何コマ目から何コマ目までかを書くところになります。タイムシートの具体的な書き方に関しては後日また解説動画を作ろうと思っています。タッチ。このように色トレスや実線で傷や質感を表現するために入れる線です。タップ。作画用紙位置を合わせて固定するために使用される金属製の道具です。25センチくらいで、センターに丸棒状、両サイドには角型の爪がついています。スキャナー用の極端に爪の高さが低いものも存在します。アナログ時代は必要不可欠な道具だったからか、デジタル作画ソフトでもまだ名残が残っていたりします。基本的にアニメーターが使う道具は消耗品が多いので、唯一と言ってもいいぐらい半永久的に使えるタップには、こだわりを持つアニメーターは多いと聞きます。僕が使っているこのタップも中学生の時に買ったもので思い入れが強いです。タップ割り。動画を描く時のテクニック。タップ穴を基準に絵を描きやすい位置まで紙をずらして動画を描くことです。うまく活用すると短時間で精度の高い動画を仕上げられます。では実際にタップ割りをちょっとやってみたいと思います。一応これが動画用紙っていうことになってまして、上に3つ空いてるのが、今回テーマになるタップ穴ということになります。で、1番の絵、岩猫はこういう感じでいまして、3番の絵が横向きになって、左に移動して横向きっていう感じですね。で、この間に1枚絵を入れるっていう設定で、話を進めたいと思います。で、すでにこの2番のところには、1枚目と3枚目がライトテーブルパレットに読み込まれています。ここの間2番を書くわけです。通常こういう風に線を引っ張ってこうね、自分のデッサン力でもってこう絵を描いていくっていうのも一つの手なわけなんですけども、これを簡単にするためにあるのがタップ割りで、じゃあ具体的にどうするか。だいたいこの辺りに欲しいかなっていう顔が、だいたい顔がこの辺りに来るかなっていうところに当たりを描いておいて、で1番の絵ずらします。こういう風に。
で、次3番の絵ずらします。で、この時タップ穴がだいたい今この濃く写ってるのが2番のタップ穴です。で、1番と3番のタップ穴のだいたい中間に来てれば OK っていう感じですね。そうするとさっきと違って非常に近いところに絵があるので描きやすいわけですね。これが、タップ割り短時間でより精度の高い動画を描くための手法ということになります。こういう感じで、2番を書くことができました。これが基本的なタップ割りの考え方です。ダビング、無音の映像に音楽やセリフ、効果音をミックスして動画として完成させる最終的な工程です。最終工程なので、ここまでには映像を完成させておくのが原則です。ダブラシ、ダブルエクスポージャーの略というか日本語化したものです。WXP と書かれることも多いです。以前解説したスーパーと似てるのですが、スーパーが画面を明るくする方向に合成するのとは対照的に、画面を明るくも暗くもせずに画像をダブらせることができます。キャラクターが地面と接している、いわゆる地面影とか幽霊などの表現でよく使われると思います。つけパン。以前解説したフォローパンと同じく、動くキャラクターを追いかけるように一定速度、一定方向ではないカメラワークをつけることです。フォローパンと区別しないケースも多いですが、僕は作画がスタンダードで BG が大きい場合をフォローパン、作画が BG と同じサイズで描かれる場合をつけパンと呼んでいます。もちろん作業的にはスタンダード作画の方が楽なんですが、あえてつけパン処理にするケースとしては、BG とセルの間に組が発生するときなどです。フォローパンでは、キャラクターを一コマ作画にしない限り BG とのズレが発生してしまいます。それでは、つけパンとフォローパンの違いを、サンプルファイルを使って説明したいと思います。こういうとんがってるやつが、左から右へ動くアニメーションがついてます。これは単にスライドしてるだけです。で、ここに岩猫を書き込みます。こういう風な感じで、で、次の絵。こういう感じで、常に足が BG のこのとんがった上にくっついてる状態。で、一見これで基本問題はなさそうに見えるわけなんですけども、実際に再生してみます。こう足がずれてるのがわかるでしょうか。なぜこのズレが発生するかというと、背景などは基本1コマ打ちで移動してます。つまりテレビアニメでいうと1秒間に24コマ 24fps で動いてます。で、対する岩猫作画している部分はいわゆる3コマ撮りっていうことで、1秒間に8枚の絵 8fps で表現されています。この24fps と 8fps が同居することによって微妙に足がずれていくっていう現象が発生してます。これだとまずいっていうことで、そういう場合に使うのがつけパンです。では次にこれをフォローパンではなくつけパンの考え方で制作してみたいと思います。で、つけパンっていうのは基本的に背景と同じサイズの紙に作画をして背景と一緒にセルの方も引っ張るっていうことです。じゃあどうなるか。こういう感じです。まず普通に再生してみます。次、ゆっくりと1コマずつ見ていきますね。背景と一緒にセルの方も左から右に引っ張っていってるので、基本的に背景とセルはずれません。で、これでじゃあ問題がないかっていうと、実はつけパンには一つ、弱点がありまして、背景とキャラクターの間に
ズレは存在しないんですけども、よく見ていただくとこのキャラクターは右から左に動いてるはずなんですが、わかりますか？セルを左から右に引いてる関係上、右へ動いてポンと左へ動いて、また右へ動いて左へ動いてっていうことで、画面の中で右に行ったり左に行ったり、必ずしも進行方向にだけ動いてるわけではなく、行ったり来たりしてますよね。画面の中で行ったり来たりする。背景とキャラクターの間のズレをなくそうとすると、画面に対して行ったり来たりを繰り返してしまいます。これは先ほども言ったように 24fps と 8fps を同居させる以上、絶対にどこかでフリッカー現象っていうのが起きます。で、それはカットの内容を考えてどちらのズレを容認するかっていうことで、手法をつけパンにするかフォローパンにするかっていうことを決めればいいと思います。爪。通常原画と原画の間に入れる動画はその間隔が均等になるようにするんですが、動きの流れを考慮してどちらかの原画に詰めた絵の入れ方をするケースがあります。原画担当者はその意図が動画担当者に伝わるように図のようなゲージを指示として原画に書き加えます。先の原画に詰めるか後の原画に詰めるかによって出来上がったアクションの雰囲気がどう変わるかは、同じタイミングの振り向きでも枚数やコマ数で印象が変わりますという動画で触れてますので、よろしければぜひご覧ください。動画の説明欄にリンクを貼っておきます。動画。日本のアニメでは原画マンが動きのキーポイントとなる絵を描き、動画マンがその間を補完する絵を描くというのが一般的なシステムです。この時動画マンが具体的に行う作業は、作画監督の修正を加味して原画を清書し、原画マンに指示された枚数の絵を原画と原画の間に書き足していくことです。同時に前述したタイムシートに動画番号を書き加えて、撮影用のシートとして完成させるのも動画マンの仕事となります。動画チェック。作品によっては動画検査、動画作監とも呼ばれます。動画マンから上がってきた動画が中割りで崩れていないかとか、原画マンの指示通りに書かれているかとか、書き漏れや線抜けはないかなど、彩色工程に素材を送る前のチェックを行う人です。本来画面のクオリティを保つ重要な工程なんですが、時間がない時などは動画チェックを通さずに彩色に送ることもあるようです。透過光。略して T 光と書かれることもあります。アナログ時代は本当にセルの下から光を当てて撮影していたんですが、デジタルではブラーをかけて加算モードで合成することで光を表現しています。動トレス。キャラクターが動いていないところは別のセルにして止めたり、合成で止めるのが一般的ですが、これだと完全に停止してしまうので、その違和感を減らすために、動いていないところも全て一枚一枚トレスして動画にすることです。こうすることで微妙に線がぶれるので、いかにもピタッと止めましたという印象を避けることができます。動ポジ。もっと省略して動ポと表現されることもありますが、動ポジションの略。前に出てきたカットと同じ位置、同じ角度にカメラを設定しているという意味なのですが、平たく言うと以前作った背景をそのまま流用したレイアウトでということです。あくまでも同じなのは BG のみなので、キャラクターなどは流用せずに新規で全て書いたとしても動ポジとなります。トレス。絵描き業界では悪行のようなニュアンスで使われるトレスですが、アニメーターにとってはこれは必須能力です。以前修正の項目で解説したように、レイアウトチェック、原画チェックの各段階で適宜修正が加えられた元絵をトレスして、1枚の清書された絵にまとめます。これがある一定水準でこなせない限り、いかに素晴らしい動きを生み出せるアニメーターであっても、アニメを続けることは難しいのが現実です。今回は
他行のアニメ用語の一部を解説させていただきました。今後も50音順で用語解説をしていきたいと思っています。次の動画でお会いしましょう。さようなら。